表示されているモデルはグローブが飛び出してくるびっくり箱で、すでにアニメーションを作成するためのリグがセットアップされている状態のシーンです。アニメーターのワークフロー的にはこのリグシーンをリファレンスして様々なアニメーションを作っていくのですが、このびっくり箱でいうと蓋が開いたり中からグローブが飛び出してくるなど繰り返し起こりうる動きがあると思います。メカ系のアニメーションであれば複数のコントローラーが動いて形態が変わるなどもありますね。ですが実際に作業に入ってみると、モーションごとに決まったコントローラーに対し変形アニメーションのキーをコピペしてアニメーションを作らないといけないし、アニメーションカーブも複雑になりがちなので作業が面倒に感じる場面がいくつも出てきます。なので今回はリグシーンで特定のアニメーションをパラメータ一つで制御できるようなセットアップ方法をご紹介したいと思います。今回の動画では例としてびっくり箱の蓋が開くというシンプルなアニメーションをリグに組み込んでいきたいと思います。まずはアニメーションをざっくりとつけていきます。アニメーションが完成しました。ただ開くだけだとそっけないので、少し蓋がしなって開くようなアニメーションにしてみました。このアニメーションをリグに組み込んでいきます。具体的にどのように組み込むかというと、リグの階層内の先ほどアニメーションをつけたコントロールシェイプがあると思いますが、そのコントロールシェイプの親になるよう同じ位置、同じ角度にロケーターなどのオブジェクトを配置して、そのオブジェクトにアニメーションカーブを接続します。ロケーターの位置合わせはコンストレイント機能を使用します。アニメーションメニューを選択して、コンストレイント、ペアレントを押してメニューを開き、オフセットの補助なしでペアレントコンストレイントをかければ、位置、角度がコントロールシェイプと同じになります。もう一つのロケーターも同様です。コンストレインをすると、ロケーターにコンストレイントノードが作られるので消してしまいましょう。位置合わせをしたので、原点から移動、回転した分の数値が入っていることがわかります。次にリグの階層を開いて、アニメーションをつけたコントロールシェイプの一つ上のグループへペアレントしましょう。まずロケーターを選択して、次にペアレント先のグループノードを選択して、キーボードの P キーを押せばペアレントができます。次はコントロールシェイプに接続されているアニメーションカーブをロケーターにつなぎます。アニメーションカーブはアウトライナーのディスプレイメニューを開き、DAG オブジェクトのみのチェックボックスをオフにすればアウトライナー内に表示されるようになります。ウィンドウメニュー、一般エディターの中にある接続エディターを開きます。まずは蓋の根元の Z 回転のアニメーションカーブを選択して、接続エディターの左側のリロードを選択します。次にこのアニメーションがついているコントロールシェイプを選択して、右側のリロードを選択します。出力側のアウトプットを選択し、入力側のローテートを開くと、現在つながっている Z 回転のアトリビュートがハイライトされているので、ここをクリックして接続を切ります。次にこのコントロールシェイプと同じ位置に作ったロケーターを選択して、右側のリロードを押し、同じローテートの Z 回転をクリックして接続します。もう一つのコントローラーも同じです。これで2つのアニメーションをコントロールシェイプからロケーターにつなぎ替えることができました。そうしたらコントロールシェイプをロケーターの子供にしてあげます。コントロールシェイプ、ロケーターの順に選択して P キーです。もう一つのコントローラーも同じです。ここで一度アニメーションを再生してみましょう。無事ロケーターが先ほど作ったアニメーションと同じ動きをしていると思います。では最後の仕上げとして、この2つのロケーターの動きを任意のコントロールシェイプに作ったパラメータ1つで制御できるようにしていきます。
今回はルートコントロールシェイプにアトリビュートを追加していきます。ルートコントロールを選択し、チャンネルボックスの編集、アトリビュートの追加を押します。メニューが開くので、アトリビュートの設定をしていきましょう。名前は開くアニメーションなので適当にオープンアニム。キー設定可能にチェックが入っていることを確認してください。データ型はフロート型。最小値、最大値は先ほどつけたアニメーションの尺になるようにしてください。今回は0から30フレームまでがアニメーション範囲なので、最小値に0を、最大値に30を記入して OK を押します。ルートコントロールにアトリビュートが追加されました。当然この段階では数値をいじっても何も変化がありません。なのでこのアトリビュートを全てのアニメーションカーブに接続していきます。先ほどと同じように接続エディターを開き、ルートコントロールシェイプを選択して左側のリロード。追加したオープンアニムというアトリビュートを選択します。次にアウトライナーからカーブを選択して右側のリロードを選択。一番下のインプットを選択して接続します。もう一つのカーブも同じようにします。これでオープンアニムのパラメーターでロケーターに移植したアニメーションが制御できるようになりました。あとはこのパラメーターにアニメーションをつけていけば、タイミングを変えたり尺を変えたり開いて閉じるアニメーションにしたりと自由度の高い制御が可能になっていきます。 3DCG ブログため慣れでは記事のまとめもやっています。概要欄に URL を記載しているのでぜひ読んでみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。